Meshtabi Season 5今回のMeshtabiは札幌ポンポコたぬき工事界隈受験です。それでは早速 Let's get it started 1. Sancho Jacksonville 北24条が本店のバーガー屋さんね。まだ未体験のお店だったのでちょうどよかったね。はい、アナログ札幌僅差で2位のバーガーということで楽しみにしておりました。荒々しい粗挽きの噛み応えのあるバーガーにホックホクのポテトがついて1450円。バーガーのお供にははいこれドクターペッパー。好きよねドクペ。はい大好きなんです。だけどバーガーも当たり前にアラウンド1500円って世界になってきちゃいましたね。 Around ね1500気 yen 軽に食べられなくなっちゃったわ。アンダー1000円でそこそこのやつあったらいいのにね。Under そう 1000 yen だね。ラッキーピエロやモスの 4,500 円ってとこからドーンとプラス1000円いっちゃうもんね。グルメバーガーになると、モスバーガーも最近様子がちょっとおかしいしさねえ中華にお手頃バーガーなんかあればいいのにって勝手な希望だけどね。本当だよ。フレッシュネスバーガーが一番そのポジションに近いかな。フレッシュネスさんも美味しいね。ドクターペッパー好きっていうのはミスターピブロスによるものなんだよね多分。ミスターピブ？子供の頃衝撃を受けた1973年コカ・コーラから発売されたミスターピブっていうのがほぼこの味でさ大好きだったんだけど、あっちゅう間に生産中止になっちゃったんだよね。人気なかったのかな。おいちゃんはそれが大好きで、大好きの最中に突然おいちゃんの前から姿を消しちゃったんで思いが募っちゃったんだよね。ほら大好きな人が突然いなくなるのって辛いでしょ。確かによかったねドクターペッパーって。2. Ichome Delhi 1982年創業たぬき工事1丁目にずーっとありますデリーさん。多くのカレーファンを魅了し続ける上野の超有名店。1956年創業デリーさんののれん分け店ね。そんなに混んでるイメージはなかったんだけど昼時ともあり並びが出ておりました。あらまそんな人気なんだね。そうなの。でも15分ぐらいで入れました。席数も少ないからしょうがないよね。狭いからね。東京からの常連さんやら外国人の方まで次から次へと、なぜか香川の修学旅行生まで来てたんだけど集合時間に間に合わないから諦めて帰ってったわ。修学旅行生が食べに来る店じゃなかろうって。しかも札幌でねえ。デリーのカシミールカレーが実はスープカレーだということを知ってのことかしらね。確かに完全スープカレー状態だよねカシミールカレーはねえ。具材は鶏肉、ラム肉、野菜、ラムのひき肉からチョイス。今回は鶏でいただきます。そうこれ程よい辛さで食べやすい。お上品なスパイス具合がいい。これ好きです。夏い暑には最高じゃないですか。でしょう。辛いカレーは胃の中からポカポカしてきてなんか気持ちいいんだよね。デリーでこれ食べるときはライスにカレーソースをかけてよく混ぜて食べます。ここのカレーはサラッとしてスープのようですがスープカレーではなくインドカレーなのですというパイセンの書き込みを読んでねすぐ真似してインドスタイルでいただいてみました。これハマるわ。タージハンマーわかる。やっぱカレーはシャバいがうまいっしょね。 3. Sancho and Spicy Tanuki この4月にオープンしたばかりもゆく札幌にあります新しいジェラート屋さん。レギュラーフレーバーが8種類の他にスパイシーなスパイスミックスフレーバーが8種類という今までにないタイプのジェラート屋さんでワクワクしちゃうね。スパイスフレーバーのジェラートなんてありそうでなかった新感覚。これは嬉しい。スパイスの味を覚えようと思ってもカレーとかに入ってるスパイスは混ざっちゃってるでしょ混ざっちゃってるでしょ。確かにここのスパイスの味を覚えるにはこれは最適だと思ったね。普通の人はスパイスの味なんて覚える必要なくない？いや覚えるに越したことはないでしょ。楽しいでしょ。
これがクミンの味なんだとか、カルダモンってあんま好きじゃない感じとかさ、この味がウーシャンフェンなんだってね、料理の勉強にもなると思うよ。まあ確かにね。結構隠し味にいいからね、スパイスって。そうそう。味付け失敗しちゃったっていう時になんとなくごまかせちゃったりするからね、スパイス効かせると、あと食材がちょっと腐りかけてる時とかさ。嘘でしょ。昔喫茶店で生姜焼き定食を頼んだら、これはちょっと甘めてるんじゃないかなこれきっきりだなって思った時があって俺敏感だからさ、でも、クレームとしても言いづらいし、ちょっとよく行ってた店なもんだから、ブラックペッパーありますっつって大量にブラックペッパーかけて食べちゃった。嘘っしょ。信じらんない。そう。いや、お店のお姉さんもお気に入りというコリアンダーとホアジャオは特に美味しかったね。ジェラートとして違和感なくすんなりスパイシー。コリアンダーはミルク感が強いので初めての方にも食べやすいんじゃないかな。コリアンダーっていうのはパクチーのことなんだけどね、パクチー感は全然ないよね。これパクチーなんだね。ここんちのはミルク系でもさっぱりしてて乳臭くないからいいね。ホアジャオは一口目であんまり感じないけど食べ進めるほどにしびれがやってくる。これがまた癖になる。しびれ好きやな。ターメリックはザ・ウコン、ちょっと粉っぽく感じちゃうけど、これがターメリックの味だよねって分かりやすい。小池のカレーの味だってね。そうそう、スパイスの瓶開けた時の匂いそのまんま感じる感じ。美味しいよこれ。他のスパイスも全部食べてみたいね。癖になりそう。4. Hatcho mei. Hatcho mei no fuku lo. たぬき工事でラーメン言うたら行ってだったのですが、残念ながら閉店してしまいましてね。いろいろなくなっていっちゃって悲しいね。4丁目の大行列は何ぞよと思いきやまさかの山岡屋。根強い人気ですね。山岡屋があんなに並んでるのって初めて見た。本当だよ。そんなにぎわいを見せるたぬき工場はやはり西に行くほどに面白い。視聴者さんに教わってやってまいりました8丁目のフクロウさん。ここはあれですね、たぬき工事なんですけどフクロウの鶏白湯でございます。ちょっと違います。フクロウを食べるわけじゃないからね。そうなの？てっきりフクロウで鶏白湯なのかなと思ったんだけど。じゃあ逆にすんごい高級になっちゃうっつうの。そうなの？鶏だけを長時間炊いて取ったという白湯スープ。ポタージュのようにクリーミー。ブレンダーで攪拌されたスープ。あら、牛乳使ってんのと思ったくらいミルキーな鶏白湯。美味しゅうございましたわね。味噌は焦がしニンニクっぽいフレーバーがなかなかいい感じ。ニンニクを避けてきた私たちもすんなり許容の香ばしい美味しさ。特注小林製麺の縮れ麺が札幌らしいプリッとしたツヤツヤ加減でいいですね。チャーシューを直前に炙ってくれるのがいいわね。5. ニューヨーク 2丁目 Kamichi no Yuhono Ka. たぬき工事2丁目にあります女性専用スパ。大通りやすすきのからも近いし24時間営業ってのがありがたいですね。男性専用サウナってのはよくあるけど女性専用ってのはなかなか見たことないよね。だのよ。女性天国がたぬき工事2丁目にございます。3時間だと入浴のみで1350円から、食事付きや岩盤浴プランなどもあって受付で説明してくれるので用途に合わせて利用されたし。街中で時間空いちゃった時とかに3時間ってちょうどいいね。助かる。そうそう、カフェで3時間ってのはさすがに辛いもんね。3時間あればとりあえずサウナでゆっくり整えるわ。おっさんか。お風呂は地下1階にありまして窓がないからちょっと開放感に乏しい感じだけど明るく綺麗だから圧迫感はナッシング。ジェットスパに淡塩の湯、壺湯に水素風呂の3タイプ。特に水素風呂気持ちよかですたい。マッサージ効果や乳化洗浄効果もあってずーっ
と使ってられる。サウナは90度、水風呂は15、6度とまあまあのコンディション。あ、十分だね。もうちょっと水風呂が広いと嬉しいかな。あ、水風呂2人サイズ？1人サイズ。厳しい。ほのかに整うの巻。じゃんじゃん。 6. Today's katsu curry. 4丁目 Shillong たぬき工事の駅前通り。こんないい場所にこんなお店があったなんて。知らんかった。絶対言うと思った。これパチンコ屋さんの入り口入ったすぐだからさ、知らんかったけど。まだ言うかね。いや、マジ駅前通りの路面みたいなもんじゃない？ここすっごいいい場所なのに超安く食事ができちゃいます。教えてくださった視聴者さん、ありがとうございました。さっくり揚げたてカツの乗ったオーソドックスジャパニーズカレー。 Orthodox Japanese curry 白い楕円の器がいいですね。この界隈では圧倒的なコスパで嬉しいご飯屋さん。この並びでお店をやってた頃なら頻繁に利用したことでしょう。マジここいいわ。そば、うどん、ラーメン、丼物何でもあるコンビニエンスよろず飯系にしこり系。不倫やらかしたよね。くそ、バレたか。なんでよ。それにしても随分と知らんとはそっけない名前にしたもんね。いやいや、まさかどっこにお店に知らんって名前つける人いますか？ I don't know じゃないですよ。 I don't know だって最近すんごいわよ。そう親父の最後の一振りとかゲータリアンでしょ。串カツ金玉だの、もつの朝立ちだの。それは私の稲荷さんよ。下ネタばっかりじゃねえか。知らん？ヒヤシンスオーキッドのことですよ。 Hyacinth ヒヤ orchid シンスオーキッド？知らんわ。これはいいとこ教わったわ。大根のカツカレーなくなっちゃったからさ、今度からここだね。全てはカツカレー前提。んだ。 7 Roku 丁目 Killing たぬき工事市場の餃子屋さん。なんともいい雰囲気醸しまくりスティでございます。はい、いいですね。こういう昭和感、大好物の飯旅ーズ。美味しそうな匂いがプンプンでございますが、こちらは大人気店。予約しないとなかなか入れません。そうなんです。ちゃんと予約してやってきましたよ。中華この間突然来たら門前払いだったもんでね。ね。はい、じゃじゃーん。わすお、なんと美しいのでありましょうか。そして美味しい。ごいね。日本中で美味しい餃子食べたけど、これは非凡ね。こんなに優しいあんの餃子は初めてかも。美味しい。ほぼ酢って感じのつけだれと柚子胡椒の組み合わせが最高か。柚子胡椒がめちゃめちゃフレッシュフレッシュフレッシじゃあ柚子胡椒すんげえ消費しちゃった。ュね。餃子中15個ってのにしたけども、結構ボリュームあって腹パンだったね。パンパン。大が25個、小が8個だっけ。25個はきついわねえ、うまかった。これ全国的に見ても上位に来る餃子じゃござんせんか。くるくる。福島の照井さんのに似た感じね。いや、そうだね。みんな小籠包とルーローハン食べててさ、すんげえ美味しそうだった。うまそうだったね、あれ。お店は本館と別館に分かれていて、別館は完全離れ状態。料理は本館からたぬき工事市場を通ってサーブされるので、店員さんは大変そうだったわ。そういえば沖縄にもこういう餃子屋さんあったよね。おったおった。離れに案内されてね。境町市場でしょ。なんか飲み物を冷蔵庫から勝手に出して飲んでねシステム。そうそう、お会計の時にさ、ビール何本飲みましたってね、完全自己申告制なの。笑ったあれ。いやね、びっくり。いや、日本ってすんげえな。ねえ、日本以外じゃ考えられない。考えられない。8 7丁目 Tonkatsu Kyohei こちらは7丁目ね。とんかつ京平さん。視聴者さんからタレコミいただいたのよね。はい、美味しいとんかつがいただけるってんでやってまいりました。こちらの店主さんは路地裏カリー侍にいた方なんですって。お、スープカレーの？そうだからカツカレーあんのかな。女性客も結構いんのねと思ったらインバウンドの方でしたわ。店主さんが英語で説明してたから分かったけど、パッと見日本人と変わんないよね。ああ、確かに冬は分かりやすいんだけど夏は分かりづらいかもね。そっか、日
本人はあんまり耳当てしないし、滑り止め靴につけないもんね。だ。じゃじゃーん。今回は数量限定のシャトーブリアンカツをいただきます。綺麗なピンク色でございましょう。こちらをわさび醤油、塩、クミン入りソースの3種類で楽しみます。クミン入りソースって珍しいね。何もつけずに食べても美味しいんだけど、醤油が個人的には一番かな。九州醤油でほんのり甘みもあって美味しいんです。これクミンソースはグリーン的にカツカレー食べてる感じがしたでございます。やっぱり、もりもりキャベツにはコーンドレッシングをかけていただきます。これおいちゃん好きだと思うわ。いや、コーンは漏れなく好きなんです。はい。普段使いは高級すぎてちょっと難しいけど、まあ気軽には来れないかな。ね、ご褒美とんかつってことでよろしくしのちく。 9. San Chome, Barra Italian Lavero. 3丁目のモイク札幌地下フードコートエリアに丸山が本店の私が大好きなイタリアンレストランレバーロさんがありました。あったね。ってことで早速お邪魔します。お店の雰囲気は大阪梅田のバルチカ紅白さんっぽい感じ。似てた。何気におでん探しちゃったもんね。そうそう、フレンチおでんは美味しいんだよね。行列やばいけどね。ね、こちらは仕事帰りの一杯に良さげな感じ。残念ながらイタリアンおでんはございませんよ。ラインナップは本店と同じスタイル。味を決めて麺を切ったらか Chitarra, タリアテレを選ぶっ Tagliatelle. ていう。選べるのがいいね。迷っちゃうんだけれども、エビのバジルクリームのキッターラは本店で食べたことがあったので、今回はタリアテレを Tagliatelle. そういいね。イタリア人に教わったからね。宮崎のイケメンイタリアーノはい、素敵なご夫婦だったね。ね、ボードっつってね。ボアのそうそう、やっぱレバーロさんは間違いないっすわ。生パスタってのがやっぱいいもんな、絶対的に。ね。たまにチロリ村も懐かしくて行きたくなるけど、でも高くない？最近チロリ村。Jikano Meshitabiwa, Gachi Day Mata Tabathai, Shinkotoni Azabu Kaiwai Death. O Tano Shimi ni. See you soon. 社会を知らなすぎる人が多いんじゃない？まともに働いたこととかない人たちでしょ、社会。YouTube チャンネル見てるとよくわかるけどさ、本当に意味わかんない主張するとかいっぱいいるじゃん。うん。何言ってんだこいつ。はいはい。ね、テレビしか見てなかったから、この人って頭良くて東大での医者で弁護士でとかさ、すごい人なんだろうなと思ってひろゆきとやり合ってるの見てたら、本当にこいつ空っぽなんだなって。ひろゆきの詰め方が面白い。ちょっとひろゆきもかなりムカつくんだけど、やっぱりいいものの言い方はムカつくけど、頭いいんだなと思う。このなんかでもいずれにしてもさ、正しいこと言ってる人もいっぱい YouTube で出てきてるよね。でも結局のところ足の引っ張り合いみたいなのが政治になっちゃってて、もうちょっとなんとかならんかなっていうのはね、もう常軌を逸してるんだよ。その会社の役員会とかさ、重要な経営方針を決める会議っていうのはものすごい建設的なディスカッションが繰り広げられるわけじゃんか。国の行き先や方向性を決める会議っていうのはもっと建設的なものだと思うんだけども、そうはなってないんだよね。真逆の小学校の学級会レベルになってる。はい、何々くんがこの間こう言ってたんですけど、それは違うと思います。そんなわけないんだよ。優秀なやつはいるんだよ。だからみんな弾かれるんだよね。まともなさ、そうだね、高橋陽一さんとか、なんだっけ、武田先生とか三橋さんとかいうのな人たち、本当のことを言う人たちは全部弾かれてっちゃうから。最近やたらと自分のが YouTube から出なくなったらこうされたと思ってくださいみたいなみんな言うよね。いやでも実際ね、原口さん、どどうかは分からないけど分かってしまった。謎の死を遂げ
死んでないけどな、原口さんはね。そう、まだ死んでないけど、そういう風になっていっちゃうんだってね。怖いよ。手段を選ばない。本当世にも奇妙な物語じゃない。サウナの席をキープするだけでもやっちゃうんだから、ああいうことをね。普通じゃないよね。自分のお母さんだったらめっちゃ腹立つなっていうか、めっちゃ怒るよ。サウナの席取りしてたら、怒るよ。子供に怒られるレベルだぜ。そう、恥ずかしくないみんな。日本人にもいろいろいるし、だから中国人だって中国人がみんな悪いわけじゃなくて、中国人にも非常に良識的で日本に友好的な人もたくさんいるんで、全員が中国人が悪みたいなのはまたこれも違うし、ね。日本人の良きところを皆さん失わないようにね。失わず、誇り高き日本人、武士道精神、大和魂という大谷翔平さんが素晴らしい見本じゃないですか。そうですよ。あんな若者があんなって素晴らしい若者なんですが、メジャーの常識を一日本人が変えてっちゃってるからね。デッドボールは謝らないとかって意味不明なアメリカ文化を、今みんな普通に謝るようになってきてるからね。ああいう総理大臣であるのが理想だよね。誰も文句言わないよ、大谷翔平が。そうだね、そんな恥ずかしいことやめましょうよ、政治家の皆さんって言われたら、はいってなるもんね。僕は軽蔑しますなんて言われたらさ、元木に対する目みたいな感じでさ見られたらさ凍りつくよね。生きててないよね。まあ元木は元木で仕事だったんだろうけどね。元木が悪いわけじゃないと思う。まあその仕事とね、メディアのその、境目。そうそう、野球先輩人として、敬うのは絶対敬ったはずなんだよ、翔平的にはね。ただその混同すんなっていうね。確かに。そりゃそうだよね。何でもかんでもお前先輩だからっつっていいと思うなよって思う。自分と嫁さんのためであんなに怒る翔平じゃないと思うよね。近所の住民の人たちに迷惑がかかったわけでしょ。それを怒ったわけでしょ、多分。